こんにちは、ゆうかです。今私は東京駅に来ています。これから徳島に向かうんですけど、今日は夜行バスに乗って向かいたいと思います。これから乗るのはマイフローラという東京と徳島を結ぶ夜行バスで、全室個室の豪華な夜行バスです。今の時間が20時21分なんですけど、バスの出発が21時30分で、まだ1時間以上あるんですよね。というのも、いつも東京駅から出発する夜行バスはここの JR 高速バスのとこに止まるんですけど、今回はちょっと止まるところが違うらしくって、初めての場所なので早く来ときました。東京ミッドタウン八重洲の地下2階らしいんだけど、あそこにミッドタウンって書いてあるから、多分そこの地下2階だと思います。ということで、迷子になっても大丈夫なように早めに向かいたいと思います。ここが東京駅の八重洲南口なんですけど、ここにバスターミナル東京八重洲地下って書いてあるので降りてみます。階段しかなくて大荷物でめっちゃきついけど頑張ります。重たい。今がここだからどうしたらいいんだ。1時間以内にたどり着けるかなこれ。バスターミナル東京八重洲、ここで合ってるのかな。地下2階に降りてきたらバス乗り場がありました。目の前にはファミリーマートもあったので、ここでいろいろ買い出ししていきたいと思います。ここの13番乗り場に21時半に徳島阿南行きがあるので、多分これだと思います。ここでちょっと待ちたいと思います。マイフローラが来ました。お願いします。どちらでおられます？徳島駅です。はい。私はウェブから予約をしたので、この乗車券を見せればそのまま乗れるみたいです。フローラの方初めてでご利用いただきます。はい、初めてです。出発したら座席説明しますので、はい、外側にカーテンがある、カーテンをちょっと閉めずにお待ちいただけますか。はい。私は7番と言われたので、ここです。上には棚があって、席はこんな感じです。意外と狭そう。乗車記念。やっぱりバスなのであんまり喋れなそうです。ここの通路のカーテンを閉めて待つように言われたので閉めます。マイフローラは全部で12席しかないので、運転手さんがそれぞれのお部屋へ車内の説明をしに来てくれるみたいです。面接みたいで一気に緊張してきました。乗客として採用してもらえるように頑張ります。面接が終わっていよいよ出発時間が近づいてきました。シートベルトを締めて準備完了です。はい、お待たせしました。それでは動きます。ご注意ください。ついにマイフローラがバスターミナル東京八重洲を出発しました。徳島県まで約9時間、初めてのマイフローラ旅ということで、贅沢な個室移動を楽しみ尽くしたいと思います。本日は海部観光マイエクスプレスマイフローラ号をご利用いただきましてありがとうございます。このバスは徳島阿南行きです。座席は全席指定席となっております。お客様のお席は
花の名前と番号でご案内させていただきます。次はバスタ新宿でお乗りのお客様のために停車いたします。それでは早速座席の紹介を始めていきます。前のポケットには車内用のスリッパが入っていて、実際に履いてみるとこんな感じです。早く歩けそう。そしてなんとマイフローラには個人モニターがついていて、電源を入れてみると地上波のテレビが流れていました。夜行バスなのにまるで飛行機のビジネスクラスみたいで、これなら9時間の移動も退屈しなさそうですね。そして缶ビールがすっぽり入りそうなドリンクホルダー。まあ今日は飲まないけど。天井にはハンガーが1本あって、座席の前方を照らせる車内灯が2つと、風量と風向きが調節できるエアコンもしっかりありました。そして通路側の肘掛けにあるレバーを引いてみると、フルフラットまではいかないですが、ここまでリクライニングが倒れてくれます。これで9時間移動できるの最高すぎる。徳島まで得しました。ちなみに枕の位置は自由に動かすことができるので、寝相の悪い私でも快適に寝られそうです。窓際の肘掛けにもレバーを発見。これを引いてみると、なんとフットレストが自動で上がってきました。ふくらはぎの乗せ心地もいい感じです。座席横のポケットにはビニール袋と車内 Wi-Fi のご案内、そして手書きのパンフレットが置いてありました。座席の紹介もできたので、お待ちかねの夜ご飯タイム。寝ているお客さんもいるので、ボリボリ音が鳴らないおにぎりにしてみました。ビールもあったら完璧だったんですけどね、買うのを忘れてしまいました。いや、これは違うんですよ。恵比寿って夜行の遠距離バスで移動するなら、さすがにうまいビール飲まないとの略だったと思うので、仕方なく飲むことにしました。マイフローラの東京から徳島までの料金は片道16,200円で、新幹線だと片道2万円弱で6時間くらいかかるので、時間に余裕さえあれば移動手段としてもとってもありな選択肢かなと思いました。おにぎりに夢中になっていたら、最初の停留所のバスタ新宿が近づいてきました。本日は海部観光マイエクスプレス東京線マイフローラご利用いただきまして誠にありがとうございます。このバスは徳島駅直行便となっております。明日朝の徳島の到着予定時刻をご案内いたします。松重徳徳ターミナル3館前、日付変わりまして翌朝午前6時10分、海部観光徳島駅前営業所6時25分、 JR 徳島駅前6時30分、終点海部観光の営業所7時40分を予定しております。休憩につきましては、およそ10分程度のお手洗い休憩をこれより徳島までの間に途中2度お取りする予定です。1度目が新東名高速道路静岡県
清水サービスエリア到着予定時刻日付とありまして午前0時15分前後。2度目の休憩地が新名神高速道路滋賀県港南パーキングエリア到着予定時刻3時10分前後の到着を予定しております。本日の運行は徳島蘭到着まで2名体制にて運行してまいります。安全運転で参ります。徳島蘭到着までよろしくお願いいたします。フライトを消灯させていただきます。何かございましたら乗務員までお申し付けください。それでは狭い車内ではございますが到着までごゆっくりとおくつろぎください。7番です。3987。やばい、めっちゃ寝てました。気づいたら清水のサービスエリアに着いてました。マイフローラめちゃくちゃ寝心地が良くて、もうすでに快適すぎる。じゃーん、ネオパサ清水入ってみよう。あれ、閉まってた。やばい、全然時間がない。急がないと。やっぱ深夜なのでお店は結構閉まってますね。あれ、待って、私ここ来たことあるぞ。あ、これ食べたことある。なんだっけ、なんかの動画の時にここに寄って食べたな。懐かしい。やばい、全然時間がない。トイレ休憩のための10分休憩なので急いでバスに戻ります。バスのナンバーなんだっけ、38みたいな。寒い。バスのナンバーなんて覚えなくてもマイフローラめっちゃ目立つ。助かる。見て、マイフローラめっちゃ可愛くないですか？ピンクで可愛い。じゃあめっちゃ広い。すごい。こっちがトイレになってるんだけど、お花が飾ってあります。かわいい。 SOS ボタンがあったり、あとここのお布団のカバーもふわふわでかわいい。あとはタオルが用意してあったり、ハンドソープもあって、ウエットティッシュまであります。すごい。で、こっちはなんかカーテンが閉めれて着替えスペースかな、仕切れます。めちゃくちゃ便利ですね。イエイ。私はトイレ行かないので撤収します。清水のサービスエリアで軽食を調達してきました。干し梅とチョコレート。チョコは乗り物酔いにもいいらしいので、夜行バスに乗るときはいつも食べるようにしてます。でも今回はバスの夜はそこまで気にならなかったので、ただのビールのお供になりました。この干し梅、想像の5枚ぐらい酸っぱかったので、まだまだ女を磨く必要がありそうです。
夜食も食べていい時間になってきたので、そろそろ寝る準備をしていこうと思います。夜行バスの必需品、ボディシートで軽く洗車をしていきます。洗車シーンはなんとなく恥ずかしいのでカット。そのうちメンバーシップの方に上げておきます。そしてこちらも夜行バスの必需品、蒸気でホットアイマスク。前にコメントで教えてもらったので、今日は正しい向きで使えます。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。快適なリクライニングのおかげでぐっすり眠れました。今の時間は5時42分。外もすっかり明るくなってきましたね。夜はカーテンが閉まっていたから気づかなかったんですが、窓がとっても大きくて景色を独り占めしているような気分で最高です。到着まであと1時間、景色を楽しみながらまったり過ごそうと思います。あ、そうだ。肝心なことを忘れてました。車内 Wi-Fi の桜チェック。こんな感じで YouTube とかもサクサク見られて全然問題なさそうでした。しばらくして窓から吉野川が見えてきました。あと10分で着いちゃうけど、まだ降りたくなくて、崩りそうです。大変長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく海部観光徳島営業所前降車バス停でございます。お降りの際はお忘れ物のございませんよう、荷物棚、座席のポケットなど今一度お確かめください。本日は海部観光マイエクスプレスマイフローラ号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用を心よりお待ちしております。海部観光徳島営業所前降車バス停到着でございます。ありがとうございました。徳島に到着しました。もともと徳島駅で降りる予約をしてたんですけど、徳島営業所前で降りるとバスオアシスが使えるということで、せっかくなのでちょっと行ってみたいと思います。時間がまだ早くて6時13分、ちょっと早く着いたんですよね。で、バスオアシスは4時からやってるみたいなので、もう入れるっぽいです。中に入るとこんな感じでコインロッカーなどがあります。2階にはリラクシングルームがあるらしいです。ちょっと行ってみます。2階に上がるとこんな感じになってます。これは休憩ができそう。あ、無料？お金入れるところがない。無料かな？そんなことある？
マッサージチェア無料なんだけどエラー発生だ。コンセントを1回再度挿す。無料のマッサージチェアには罠があった。エラーだ。ちょっとマッサージチェア諦めます。無料なのは良かったんだけどエラーになってしまって、一向に動く機会がということで、今日はマイフローラに乗って東京から徳島までやってきました。約9時間ぐらい乗ってたんですけど、めちゃくちゃあっという間で、というのもリクライニングが超倒れてくれて、もうすごく寝やすくてほとんど寝てました今まで個室夜行バスはドリームスリーパーとかドリームルリエ、あと博多号に乗ったことがあるんですけど、その3つと比べても一番倒れてくれたんじゃないのかなってくらい、フルフラットまでいかないんですけどぐっすり寝れるくらい倒れてくれました。それが一番嬉しかったです。でもその代わりちょっとシートピッチが狭かったので、その分少し窮屈ではあったんですけど、でもリクライニングが倒れてくれたので、そこはカバーできたかなって思います。あとバス車内が全部可愛くて、トイレにもお花が置いてあったり、バスがピンクだったり、あと手書きのパンフレットみたいなのも入ってて、すごい内装もこだわっててとっても可愛かったです。東京から徳島を移動するときはマイフローラとってもおすすめなので、皆さんもぜひ使ってみてください。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。ちょっともう一回だけリベンジしてきます。バイバイ。